宙の始まりについて、私たちは長年ビッグバン理論を信じてきました。しかし、最新の研究によって、この常識が大きく覆される可能性が出てきています。この動画では、現代物理学が明らかにした宇宙の始まりに関する最新の知見と、私たちの宇宙観を根本から覆す可能性のある革新的な理論について詳しく解説していきます。特に注目すべきは、2024年に発表された最新の研究結果です。これまで定説とされてきたビッグバン理論に対して、新たな可能性を示唆する証拠が次々と発見されているのです。宇宙の始まりについて考えるとき、私たちはまず特異点という概念について理解する必要があります。特異点とは、空間と時間が無限の密度に圧縮された状態を指します。従来の理論では、宇宙のすべての物質がこの特異点から爆発的に膨張を始め、現在の宇宙が形成されたと考えられてきました。しかし、現代の物理学者たちは、この説明には重大な問題があることを指摘しています。例えば、特異点では物理法則が破綻してしまうという深刻な課題があります。また、最新の観測データは、宇宙の初期状態がビッグバン理論で予測されるものとは異なる可能性を示唆しています。特に重要なのは、アインシュタインの一般相対性理論に基づく宇宙膨張の概念です。この理論によると、宇宙は常に膨張を続けており、時間を遡れば遡るほど、すべての物質は一点に収束していくことになります。しかし、現代の物理学者たちは、この単純な平等には重大な問題があることを指摘しています。その一つが、宇宙の不均一性の問題です。私たちの目に映る宇宙は、一見すると完全に均一に見えるかもしれません。しかし、実際には銀河や星団、ダークマターの分布など、様々な場所で密度の違いが存在しています。この不均一性は、単純なビッグバン理論では十分に説明することができません。そこで登場したのがインフレーション理論です。インフレーション理論では、宇宙誕生直後に超高速の膨張期間があったと考えます。この理論は、現在観測される宇宙の均一性を説明するのに非常に有効です。しかし、インフレーション理論にも新たな疑問が生じています。例えば、インフレーションは本当に終わったのでしょうか？現代の理論家たちは、インフレーションが特定の領域でのみ終わり、他の領域では現在も続いているという永続的インフレーションの可能性を指摘しています。これは非常に興味深い考えです。なぜなら、もしインフレーションが未来永劫続くのであれば、過去にも永遠に続いていた可能性があるからです。つまり、宇宙に始まりがないという可能性も出てくるのです。この問題を理解するために、私たちは座標系という概念について考える必要があります。物理学では、時間と空間を数学的に記述するために座標系を使用します。しかし、座標系の選び方によって、物理現象の見え方が大きく変わることがあります。その典型的な例が、ブラックホールの事象の地平線です。ブラックホールの周りの空間を記述する最も単純な方法は、シュバルツシルト座標系を使うことです。この座標系では、事象の地平線で時間座標が発散してしまいます。一見すると、これは時空が事象の地平線で終わっているように見えます。しかし、実際にはこれは座標系の選び方による見かけの特異点に過ぎません。エディントン・フィンケルシュタイン座標系のような異なる座標系を使えば、事象の地平線を超えて連続的に記述することができます。このような座標系の選び方による見かけの特異点を座標特異点と呼びます。一方、ブラックホールの中心にある本当の特異点は、どんな座標系を選んでも消えることはありません。これを物理的特異点と呼びます。この違いは、宇宙の始まりを考える上で非常に重要です。もし宇宙の始まりが座標特異点であれば、実はその向こう側が存在する可能性があります。しかし、物理的特異点であれば、本当の意味で時空の終わり、あるいは始まりとなります。この問題を解決するために、物理学者たちは測地線という概念を用います。測地線とは、時空における最短経路のことです。光や自由落下する物体は、この測地線に沿って運動します。通常、測地線は過去と未来に向かって無限に延長することができます。しかし、時には測地線がある点で突然終わってしまうことがあります。これを測地線の不完全性と呼びます。ルジャー・ペンローズは、この概念を使ってブラックホールの中心に本当の特異点が存在することを証明しました。では、宇宙の始まりについてはどうでしょうか？ 2003 年に発表されたボーデ・グースビーに、
TGV 定理は非常に重要な結論を導き出しました。この定理によれば、平均的に膨張している宇宙は、無限の過去から膨張し続けることはできません。つまり、必ず過去に境界が存在するということです。しかし、これは本当に宇宙の始まりを意味するのでしょうか？ 2023 年に発表された新しい研究では、興味深い可能性が示されました。従来の宇宙モデルであるフリートマン・ルメートル・ロバートソン・オーカー、FLRW 計量に、宇宙定数による指数関数的な膨張を加えると、より大きなデジッター空間の一部として解釈できることが分かったのです。これは、私たちの宇宙が、より大きな時空の一部分に過ぎない可能性を示唆しています。しかし、この可能性にも重要な制約があります。私たちの宇宙が観測可能な密度の揺らぎを持っている限り、過去への延長可能性は閉ざされてしまうのです。実際、私たちの宇宙には密度の揺らぎが存在します。そうでなければ、銀河や惑星、そして私たち自身も存在することができないでしょう。このことは、皮肉にも宇宙に始まりがあることをより確からしいものにしています。しかし、この結論もまだ完全に確実というわけではありません。なぜなら、極めて初期の宇宙では、現代物理学の理論が破綻してしまうからです。この問題を解決するためには、量子重力理論の完成を待たなければなりません。実は、2024年の最新の研究では、量子効果を考慮すると、古典的な特異点が回避される可能性も指摘されています。量子力学の不確定性原理により、完全な特異点の形成が妨げられる可能性があるのです。さらに興味深いことに、原理論や堅論的宇宙論などの最新の理論的研究は、私たちの宇宙が多次元ブレーンの衝突によって生まれた可能性も示唆しています。これらの理論は、従来のビッグバン理論とは全く異なる宇宙の始まりの平像を提供します。また、最新の観測技術の発展も、この問題に新たな光を当てつつあります。例えば、重力波観測は、ごく初期宇宙の状態について重要な情報をもたらす可能性があります。特に、原子重力波の検出は、インフレーション理論の検証に決定的な役割を果たすと期待されています。宇宙マイクロ波背景放射の精密測定も、初期宇宙の状態について新たな知見をもたらしています。2024年に打ち上げが予定されている次世代の宇宙望遠鏡は、これらの観測をさらに精密なものにすることでしょう。ここで重要なのは、これらの理論的及び観測的研究が、単なる試測の産物ではないということです。これらは、厳密な数学と精密な観測に基づく科学的探求の成果なのです。私たちは今、人類史上初めて、宇宙の始まりという根源的な問いに、科学的方法論によって迫ることができるようになりました。もちろん、まだ多くの謎が残されています。例えば、宇宙の始まり以前に時間は存在したのでしょうか？もし存在しなかったとすれば、始まりという概念自体にどのような意味があるのでしょうか？これらの問いは、物理学の領域を超えて、哲学的な考察を必要とするかもしれません。しかし、現代物理学の発展は、かつては形而上学的な問いとされていたこれらの課題に、具体的な科学的アプローチを提供しつつあります。特に興味深いのは、量子力学と重力理論の統合を目指す様々なアプローチが、これらの問いに新たな視点を提供していることです。例えば、ループ量子重力理論では、地空そのものが量子化されていると考えます。この理論では、古典的な特異点が自然に回避され、宇宙の始まりが滑らかな量子的遷移として記述される可能性があります。また、ホログラフィック原理に基づく理論では、私たちの宇宙が高次元の時空の投影である可能性も示唆されています。これらの理論は、宇宙の始まりについて、私たちの直感的な理解をはるかに超えた可能性を示唆しています。これを身近な例えで説明してみましょう。私たちが水たまりを見たとき、その水はどこから来たのでしょうか？雨が降って形成されたように見えるかもしれませんが、実はその水分子は地球上を循環し、何度も形を変えながら存在し続けてきました。宇宙も同様に、私たちが始まりと考えているものが、実は大きな循環の一部である可能性があるのです。最新の研究では、この考えをさらに発展させた循環宇宙モデルも提案されています。このモデルでは、宇宙は膨張と収縮を繰り返していると考えます。私たちの目に映る宇宙の膨張は、この大きな循環の一部に過ぎないかもしれないのです。これは、
古代インドの哲学で語られてきたブラフマンの火という概念とも不思議な一致を見せます。現代物理学の最先端の理論が古代の知恵と響き合うのは興味深い現象です。2024年に発表された研究では、このような循環モデルが量子重力の効果と整合的である可能性が指摘されています。ただし、これを実証するのは極めて困難です。なぜなら、前のサイクルの情報のほとんどは、新しいサイクルが始まる際に失われてしまうと考えられるからです。これは、夜間で水を沸騰させる時のように考えることができます。水蒸気になった水分子は、それまでの記憶を失い、新しい状態へと遷移します。同様に、宇宙も各サイクルでリセットされる可能性があるのです。この考えは、情報の保存という物理学の基本原理と一見矛盾するように見えます。しかし、最新の量子情報理論は、この矛盾を解決する可能性を示唆しています。例えば、ブラックホールの情報パラドックスの研究から生まれたファイアウォールの概念は、宇宙のサイクル間での情報の受け渡しについても新しい視点を提供しています。これは、コンピュータのハードディスクを完全に初期化しても、特殊な方法を使えば以前のデータを復元できることに似ています。宇宙のサイクル間でも、同様の痕跡が残される可能性があるのです。実際、最新の観測技術を使えば、このような痕跡を検出できるかもしれません。例えば、宇宙マイクロ波背景放射の中に、前のサイクルの化石が残されている可能性が指摘されています。これは、恐竜の化石が地球の過去について教えてくれるように、宇宙の過去について情報を与えてくれる可能性があります。しかし、これらの理論的な可能性を検証するためには、さらなる観測的証拠が必要です。幸いなことに、技術の進歩は急速に進んでいます。例えば、地上の大型重力波検出器の感度は年々向上しており、宇宙初期の重力波シグナルの検出も夢ではなくなってきています。また、暗黒物質の直接検出実験も、初期宇宙の状態について重要な情報をもたらす可能性があります。宇宙船の超高エネルギー成分の研究も、ごく初期宇宙の物理に関する重要な手がかりを提供するかもしれません。これを、より具体的に説明してみましょう。宇宙船の中には、地球上で人工的に作り出せる最高エネルギーの100億倍以上のエネルギーを持つものが存在します。これは、テニスボール1個分のエネルギーが原子1個に凝縮されているようなものです。このような超高エネルギー宇宙船は、初期宇宙でしか実現できないような極限状態を作り出すことができます。いわば、私たちの手の届く範囲で、宇宙誕生直後の状態を再現できるのです。2024年から稼働を開始した新世代の宇宙船観測所では、これまで見つけることができなかった極めて希少な超高エネルギー宇宙船の検出も期待されています。これは、雨粒の中から特別な一滴を見つけるようなものです。しかし、その一滴が宇宙の始まりについての重要な情報を持っているかもしれないのです。また、最新の研究では、宇宙の構造形成についても新しい知見が得られています。例えば、私たちの銀河系の形成過程を詳細に調べることで、宇宙初期の状態について重要な手がかりが得られる可能性があります。これは、木の年輪から過去の環境を読み取るようなものです。銀河の構造には、その形成過程で経験した出来事の記録が刻まれているのです。特に注目されているのが、銀河の中心部に存在する超巨大ブラックホールです。これらのブラックホールは、宇宙が誕生してからわずか10億年も経たないうちに形成されたと考えられています。この急速な成長を説明するためには、従来のビッグバン理論では説明できない何らかのメカニズムが必要です。これは、数時間で大人になってしまう子供のようなものです。自然界では通常、このような急激な成長は起こりません。しかし、初期宇宙ではそれが可能だったのです。なぜこのようなことが可能だったのか、この謎を解くことは、宇宙の始まりの本質を理解することにつながるかもしれません。また、最新のコンピュータシミュレーションは、この問題に新しい視点を提供しています。2024年に開発された新しいシミュレーション技術では、量子効果と重力効果を同時に考慮することができます。これは、水と油を同時に扱えるような画期的な進歩です。このシミュレーションによると、宇宙の始まりは私たちが想像するよりもはるかに複雑なプロセスだった可能性があります。それは、単なる一点からの爆発的な膨張ではなく、様々な物理過程が絡み合った壮大な創発現象だったのかもしれません。これは、単一の種から複雑な生命体が発生するような過程に似ています。しかし、
その規模は宇宙全体に及ぶのです。このように、宇宙の始まりの謎に挑む私たちの科学的探求は、理論と観測の両面で着実に進展しています。まさに今、私たちは人類の知の限界に挑戦しているのです。この挑戦の意味をより深く考えてみましょう。人類は常になぜという問いを追求してきました。洞窟の中で星空を見上げた私たちの祖先から、現代の巨大加速器を使う科学者まで、その探求心は途切れることなく続いています。そして今、私たちは宇宙そのもののなぜに迫ろうとしているのです。2024年には、新しい理論的なブレイクスルーが報告されています。その一つがホログラフィック宇宙論の発展です。この理論では、私たちの宇宙を3次元のスクリーンに映し出された映像のようなものとして捉えます。これは一見すると非常に奇妙な考え方に聞こえるかもしれません。しかし、この理論は数学的に非常に美しい構造を持っており、多くの物理学者たちを魅了しています。例えるなら、私たちが見ている影絵芝居のように、実際の物体とその影が密接に関係しているようなものです。この理論によれば、宇宙の始まりの問題も、全く新しい視点から理解できる可能性があります。また、量子もつれの概念を宇宙規模で適用する研究も進んでいます。量子もつれとは、離れた場所にある粒子が瞬時に影響を及ぼし合う現象です。これを宇宙スケールで考えると、空間や時間の概念そのものが、私たちの常識を超えて変化する可能性があります。身近な例えで言えば、編み物のように、時間と空間が複雑に絡み合っているイメージです。このような研究は、宇宙の始まりについても革新的な視点を提供します。特に注目されているのが、量子宇宙創生という考え方です。この理論では、宇宙は量子的な揺らぎから自発的に生まれたと考えます。これは、真空中で粒子と反粒子が対生成されるように、宇宙全体が無から創発された可能性を示唆しています。ただし、これは本当の意味での無からの創造ではありません。量子力学的な真空には、常にエネルギーの揺らぎが存在するからです。これは、静かに見える池の表面にも、実は目に見えない波紋が常に存在しているようなものです。このような量子的な平等は、従来の古典的な宇宙論とは全く異なる可能性を提示します。そして、この挑戦は単なる知的好奇心の満足以上の意味を持っています。宇宙の始まりを理解することは、私たち自身の存在の意味を理解することにもつながるからです。私たちは、138億年の宇宙の歴史の中で、その謎を解き明かそうとする意識を持った存在として進化してきました。その意味で、宇宙の始まりを探求することは、宇宙が自己を認識するプロセスの一部とも言えるでしょう。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。